パートナーズの石田です。よろしくお願いします。お願いします。先にお部屋の中を確認させてもらったんですけども、一度入るだけで埃がすごいですね。30代男性でお仕事が忙しく出張でご自宅にですね帰る時間がなくて、出張先の寮に点々と泊まっていたという流れになっております。もともとお母様と住まれてる状態だったんですけども、お母様が先にちょっと亡くなってしまって、小学校からですねフィギュアであったりとかカードゲームであったりとか置いてある状態になりまして、特に多いのが漫画の本と週刊雑誌であったり、今回ご実家の方になかなか帰ってこないということで、水道、電気、ガスと3つが止まっている状態になりまして、懐中電灯で対応の方していこうと思います。作業の人数が8人で来させていただいておりまして、後で分かるんですけども紙類かなり多い状態になっておりまして、足場が悪い状態になっております。さあ本日も頑張ってやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ。ではよろしくお願いします。お願いします。足場悪いんですけどもお願いします。こういった状態になっております。ちょっと奥行かせてもらいます。手前に大きなお仏壇があります。漫画の本ですねがかなり多く目立っております。では横のお部屋行かせてもらいます。キッチンはペットボトルが多いです。お客様がこちらの方は梱包されている状態になっております。洗面所のところですね、こちらでお洋服を洗われてたところで、お洋服がかなり散乱している状態になっております。奥のお部屋です。こちらも漫画がかなり多く目立っております。もともと子供部屋かなと思います。お部屋の間取りが 3DK になっております。では作業の方始めていきます。お願いします。それでは始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、僕はまずここの足場を作らせていただいて、そこからどんどん広げていこうっていう作戦でやっていきます。今回手袋は今はなしでさせてもらおうと思います。そちらの方が効率的にできると思いますので、資材入れるのも結構一苦労な感じです。すいません、手袋つけます。やっぱり石田さん、はい、紙がたくさんありますけど、これは全部でどれぐらいの量になりそうですか？そうですね、おそらく2トントラック1台分ぐらいはあると思います。いつもねレベルを10段階の中でお伝えさせてもらってると思うんですけど、今回3年ぐらいは積まれてないという状態で、食べ物の匂いも全くないんですね。雑種類がかなりある状態で、足場もかなり悪くて、物量的作業的に言うと10段階のうちで6ぐらいの現場になります。足場が悪くてねちょっと危ないんですけども、作業の方をスムーズに進めていこうと思います。ここ足元で段ボール箱が4箱分搬出の方させてもらいました。こういった新品のこれはトランクスですね。こちらは貿易の方に回させてもらいます。すごいカードですね。一回も封を開けた形跡はないです。
フィギュア類も結構多いんですね。そちらについては買い取りの方させていただいておりますので、作業台から総裁という流れでさせていただいております。マグカップ新品ですね。倉庫の方帰らせてもらって販売させてもらってるんですね。売れないやつに関してはリユースの方させてもらっております。今回団地の2階部分になりまして、近隣の方には前もってご挨拶の方はさせていただいております。平日なんですけど、出かける方が多い時間帯にはなっておりまして、資材などね、どうしても2階部分に置かないといけないところもあるんですけども、できるだけ邪魔にならないように、1人玄関前に立っておりまして、何かあればすぐに近隣の方のご対応もできるようにはご配慮させていただいております。では一度休憩させてもらいます。現在お時間が9時半から始めさせてもらって10時半になります。よろしくお願いします。お願いします。では10時50分になりまして作業の方開始します。よろしくお願いします。石田さん、はい、作業は順調ですか？そうですね、順調でだいたい作業時間も7時間ぐらいかなと思っております。3時4時には終わるかなと思っております。掛け声をかけながら連携をとって作業の方を進めていっております。石田さん、はい、質問なんですけど、はい、1週間にどれぐらいこういった現場はあるんでしょうか？そうですね、毎日あるんですかとか、1ヶ月に1回2回ぐらいなんですかっていうコメントを YouTube でいただいてるんですけども、1週間2回ぐらいでさせていただいてる状態になっております。はい、皆さんどこから依頼してきはるんですか？一番はご紹介であったりネットからの集客っていう形になります。ご紹介についてももともと介護施設の方であったりとか不動産屋さんから一度作業をして、お値段も安ければ作業もいいということで気に入っていただいてご紹介していただいているという流れになってます。最近はどこに頼んでいいかわからないということでネットで検索すると僕らの YouTube が上がっているので、勇気を振り絞ってお電話してきたっていう方が大半になっております。今回の方も3年ぐらいから家賃払ってたということで、もう片付けないといけないという決心がついたという
いうことで、YouTube 見てご連絡いただきましたので、見積もりは1社だけだとやっぱり怖いなっていうのも、YouTube 見てね、安心はしてくれてたんですけども、お医者様も見積もりに来られてて、紙類も全部ゴミとしてもう処分するので、費用も僕らの大体 1.3 倍ぐらいですね。やりやすいやり方としては、こういう古紙類もバッと処分しようと思ったらやっぱりいくらでもできるんですけども、環境を配慮したいと思っているので、分ければ資源としてなりますので、ちょっとでもお客様のご負担を減らして、地味な作業ですけども頑張ってやっていきます。海外リユースの品ちょっとご紹介させてもらいます。自社でタイ、フィリピンの方にコンテナに詰めて送らせてもらってます。日本ではね、なかなか需要がないのでゴミになってしまうんですけども、自社で海外の方にリユースすることによってゴミ代を軽減できるので、こういったお人形であったりおかばんであったりとか、今ちょっとおもちゃですねとか、綺麗な器ですね、こういったのをきっちり分けさせていただいております。石田さん、はい、真ん中のお部屋はどんな感じですか？半分ぐらいはもう作業の方進んでおります。一度向こう移しましょうか。弓場さんのところ一度全部移させてもらいます。コースってあります。弓場さん、スムーズに進んでいますか？そうですね。なんか仕分けが細かくて、ちょっと手間取ってます。それでは石田さんのところに戻ります。若林さん、トイレ移させてください。あ、これ純金の指輪とネックレス、トップが出てきましたね。結構重たいです。今ね、金の価値もかなり高くなってるので、きっちりお客様にお渡しさせてもらって売っていただければ少しでも費用が軽減できると思うので。石田さん、はい、昔の紙幣が本当ですね。出てきまして、はい、お願いします。すごい昔のものじゃないですか？そうですね。これもお客様にご返却させてもらいます。
日本の方も着る機会がなくなって価値は下がってるんですけども、中にはいいものもあったりもするので、リメイクしたりとか再販させていただいております。残すものが家と位牌のこの2つ、一応ね、貴重品とかハンコとか残させてもらってるんですけども、お客様からお写真はちょっといらないということでお聞きはさせてもらってるんですけど、昔のアルバムであったりとか、息子さんとお母さんが撮ったお写真捨ててしまうとやっぱり何も残らないので、一度ちょっと目を通すっていうのがすごい大事だと思うので、残させてもらって最後お客様に確認はしていただこうと思っております。いろんな業者様ってやっぱりいてらっしゃると思うんですね。お客様もどこを重視するかっていうのもやっぱり一番大事だと思うんですよ。お客様から全部捨ててくださいって言われても、こういう風に残す気持ちって僕は大事だなと思います。貴金属が出てきたりとかしてご返却すると少しでも費用の軽減になったりもするので、仕分けさせてもらって喜んでほしいっていうのが一番なので、そこをちょっと僕らは重視してやっております。僕の部屋が一番細かいので、引き出しを抜いて横の部屋で二手に分かれてやっていきます。ここが最終かなり残る状態になるので、押し入れの中がぎゅうぎゅうです。山田くんと弓場さんがいてる部屋については作業の終わりが見えてきだしたので、分担してやっていこうと思っております。現在12時45分です。一度昼休憩させてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。それでは休憩終わりましたので始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。お仏壇を出していきます。うわ、見ました？見ました。こちらベランダですね。ぎっしりペットボトルがある状態です。これにいっぱいありますね。あ、うん。見たらわかるけど。石田さん、はい。先ほどから漫画がたくさん出てきてますけど、はいこれはオークションとかにかけないんですか？そうですね、売るとなるとなかなか厳しいなっていうのがあります。匂いもついてるんですね。購入された方が不快な思いをされる状態なので、これはちょっとねもったいないんですけど、一応資源の方には回すので、そういう流れでさせていただいております。ここの部屋だけ羽毛が多くて、先ほど休憩した時にみんな服めっちゃ着るかったんですけど、僕だけずっとこの状態で。マスク交換して二重にしてきました。これで完璧です。
この仕事10年やってるんですけれども、ここまで羽毛の多いお仕事っていうのは初めてでして、羽毛の気持ちになれるかなっていうのはすごいあります。もう笑ってるので何言ってるんですか。いや、うわ、すごい。すごい、めちゃめちゃある。下から真ん中上の段までぎっしりありますね。横山さんはご存知でした。昭和58年のめっちゃ時代感じますね。まあまあの奥行きありますね。はい、ありがとうございます。これ重たい。詰まってますね。詰まってます。めちゃめちゃ。はいよ。いやー、嬉しい。達成感です。今現在3時15分になります。一度休憩入れさせていただきます。お願いします。では始めていきます。よろしくお願いします。
現在こちらさせてもらってるんですけども、背中しか見えないので、こちらの作業と掃き掃除をして完了になりますので、完了次第ご確認の方皆様にしていただきますので、もう少々お待ちください。お願いします。お願いします。作業の方完了いたしまして、確認の方していただきます。よろしくお願いします。どうぞお願いします。入り口からすごいすっきりしました。入り口が若林くんがしていたポジションになります。最初映せてなかったんですけど、作業途中映させていただいた場所になります。結構ね、奥行き深くて高さもあってかなり荷物ございました。残すものについては給湯器とモデム類はきっちり残させていただいております。今回に関してはハウスクリーニングは後段の方がされるということで、このままの状態にさせていただいております。この辺りにペットボトルもかなりありましたので、はい、こちらのお部屋ですね。洗面所もかなり広いです。もともとこの辺りにお洋服かなりありました。勉強机がこちらの方にザカッとありまして、フィギュアであったりとかカードゲームであったりとか、そのままの状態で置いてある状態でした。すっきりしましたすごい。お客様にご返却させていただくものになります。ご本尊さんであったりとか、お金類、印鑑、時計、貴金属類ですね。アルバム関係、家であったりとか、そういったものになります。梱包してお客様にご確認という流れになります。確認していただきますので、少々お待ちください。作業の方終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。撮ってる限りではすごいものが多くて、はい作業も大変だったと思うんですけれども、はい。今日の担当だった若林さん、作業はどうでしたか？紙が多い現場だった羽毛がすごいそうですね動画見ていただいて分かると思うんですけど、羽毛すごいことになってまして、羽毛レベルが10かなってみんなで話してたんですけど、10のうちマックスマックスでそういうお話しさせていただいたんですけど、大変だったんですけど終わってよかったです。石田さんはいかがでしたか？はい、大変だったと思うんですけども、大変ってやっぱりね、大きく変わるって書くんですけど、荷物の整理させていただいて、お客様の人生というかいい一歩を踏み出せたらなと思えば大変だなと思いますけど、でもしんどいとは僕は全く思わないんですね。で、作業がどんどん終わるうちにだんだんやっててよかったなって、お客さんの顔を浮かべるとどんどんモチベーションも上がってきたりはしまして、最後お客様に確認した時にやっぱり喜びの言葉をいただけると、もう疲れもね吹っ飛ぶんで全然大丈夫です。はい、やっぱりね、ゴミ袋に混ぜれば正直ゴミですけど、やっぱりきっちり仕分けすることによってお母様の思い出の品ですね、指輪であったりとかもやっぱりあるので、そこは本当にやっててよかったなと思ってます。お客様もね確認していただいて、いやもうこれ見つけてもらってよかったですって一言いただければ、もうそれだけで僕らはもう大満足でございます。では、今日の費用はいくらでしたでしょうか？はい、今日は48万円です。ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。いつもね結構 YouTube で安いって書いていただいてて嬉しい部分もありまして、お客様の作業しやすい費用であればなと僕らは思っているので、やっぱり分別させていただいて、より多く資源の方にさせていただければなと思って企業努力をさせていただいて、お値段の方も少しでもお安くさせていただいております。では最後、一言なんですが最近結構 YouTube 見られて、お見積もり行く時でも作業行く時でも多いので、どんどん僕たちも頑張って上げていけるように頑張って撮らせていただいて、僕も見積もりいっぱい行かせていただくんでよろしくお願いします。はいちょっとね初めての緊張します状態でね。多分緊張めっちゃ緊張しますチーム一丸となって声かけてきてスムーズに終わったかと思います。で、作業時間も予想通りの7時間で終わりまして、総物量、2トントラックでいうと 7.5 台の物量になります。
紙ですね、ピストンして腰屋さんに持っていったところ2トン300ぐらいあったということで、それがねこのお部屋全体に詰まってると思えばやっぱすごいなってすごい実感湧きます。荷物片付ければかなりねお部屋も広いんで、やっぱりそれなりに荷物がありました。はい、最近 YouTube を見ていただいてご依頼もすごくいただいております。ありがとうございます。パートナーズは困ってる人を一人でも多く助けたいっていう思いで、その気持ちを貫いてやっていきたいと思いますので、何かお困りの方がいれば答えれるような会社でありたいと思いますので、今後ともパートナーズをよろしくお願いします。ではこれで以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒にできた今日も綺麗にごめんなしパートナーズ。